はい、サソリ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。そして2024年もどうぞよろしくお願いします。今回は1月のタロットリーディングをさせていただきます。前回2024年の1年がどんな1年かっていうのを星の解説として1年分上げた動画があるので、それを踏まえた上でこの1月はどうなのかっていうのをタロットで深掘りしていきます。よろしくお願いします。1月の末ぐらいまでだと思っておいてください。2月の頭にまた次の2月分をねアップします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。1月です。カップ6の逆、ジャッジメント、カップ9逆、太陽逆なんかとっても明るいカードばっかり。はい、そしてワンドページ逆とスター、ツール逆。はい、気をつけることや対策はお月さんの逆とペンタクスの8とオラクルは、はい、ソード7の逆です。すごく明るいですね。星で見た時にちょうどこの1月から2月っていうのは自分の気持ちがなんかすごく切り替えにいい時なんですね。特に1月の中でも1月11日の新月とかもしくは1月20日以降気持ちが落ち着いてくるよっていう流れがあるんですけど、すごくそれがプラスに働きそうな感じですね。もし今までモヤモヤしてることがあったりとかちょっと気になるんだよなと思ってたことに関してはもうそれが晴れる、ああよかったっていうか、なんか落ち着く、なんか収まるところに収まるっていうような感じがします。なので運勢的にはすごくいいですね。星のね流れでは外側の世界よりも内側の世界が満たされるよっていう時なので、動きって具体的な動きはあまり大きくないかもしれないんですけど、カードで見てもすごく明るい感じがあって、とにかくいい方向に行くんだろうなって感じ。その外の世界とか今現実何をしてるかとかどんな仕事してるとかそういうことではなく、なんか気持ちがなぜかほかほかするとか、なんか昔の懐かしいなんか嬉しい思い出を思い出して、ああ嬉しいなって思ったりとかっていうような感じです。だから目立った心の痛さとか傷みたいなのが全然ないので、すごく心穏やかに過ごせるんだろうなと思いますし、またちょっとその願っていたことと、ちょっと気になることが晴れてよかったって思うのもあれば、ちょっと願っていたことがやっと叶うみたいな形で嬉しいっていう感じの方が強いんですよね。で最終的にはやっぱフールの逆も出てますし、ものすごくなんか開放的、何かにとらわれてるとかではなく、ああ幸せだとかなんか満たされてる感覚がすごく強いです。なのですごくいいんですけれども、その中で一応オラクルが一番大事なんですけどね、その中で本当の、自分の喜びにちゃんとアクセスしてますかみたいな、本当の自分の喜びを自分でちゃんと認識してますかっていう感じがします。今現状すごくいいからこの辺で収めておこうとか、ちょっと樽を知るっていうかね、この辺で満足しとこうっていうふうに自分を収めようとしてるのもあるかもしれないので、その幸せな時だからこそ本当の喜びに自分が注力を注ぐっていう風にもするのがいいかなと思ったんです。ちょっとカードで見てみますね。なんでしょうね、年明けから何かいいことありましたか？いろいろね、事件とかいろいろありますけれど、自分の心は幸せでいてほしいので、そういう意味で幸せだったのかなって感じがします。なんかやっぱりいいですね。願っていたものに手が届くとか、何か無理だと思ってたものが整うとか落ち着くとか、すごくサポートが来てるみたいな、そんな感じがすごくしてるので、今もしね、今そうなんです、幸せなんですっていう方は、ぜひこの幸せな感覚をもう十分に味わって、もう体に染み込ませておいてくださいね。そしてそこから何かをしていくってなった時に少しやっぱり慎重にはなってるんですが、でもあんまり暴走しないようにしようっていうことで気をつけてるだけで、実際は自分の中では計画もあるし、ちゃんとね自分の情熱に従ってやっていくよっていう感じだと思います。今火星というそのバイタリティも自分のアイデアとかこの情報交換とかコミュニケーションとか移動していくことにすごく使える時なので、
お仕事とかそういう何かコミュニケーションに関しては活発、そして思っていたこととか心配していたことが落ち着く。特に1月の末ぐらいにはすごく落ち着いて、まさに理想だみたいなね、もうスターとか出てますから、すごく嬉しいことがあるのかなって感じがしますけど、もしねどんな嬉しいことがあったのかよかったらコメントで教えていただけると嬉しいです。こう嬉しいことって聞いて、それをもっとシェアしていただくことによってこちらも嬉しくなるので、幸せシェア会とかたまにやったりしてるんですけどね、そんな感じでなんか嬉しそうだなって感じがしますね。はい、なのであえて言うとっていう感じなんですけど、ちょっとオラクル見てみますね。吊るし人の逆ということで、そうね、そしてワールドまた出ましたね、ジャッジメントということで、これ私から見ると全部逆位置ではあるんですが、でも正位逆位置、これはちょっと関係なしに見るとすごくなんか、自分がこれまで縛られていた思考からようやく解放されて、とにかく心が自由なんだと、そして自分の心が自由だとこんなにも世界って広がって見えるのかっていうぐらい、なんか世界が輝いて見えるし、願っていたことがやっと叶ったみたいな、もう本当に願望成就っていう感じがします。なので一つ超えられる、自分の何か枠とか自分の自己イメージとか何かそういうのを超えられるんだなっていうふうに思います。で唯一このカードが希望はあるんだけど、ちょっと自分の中でまだ葛藤はありませんかとか、ちょっと振り返りたい気持ちっていうのも出てるのかなと思うので、本当に自分自身が自分に嘘つかないっていうことで、本当に自分が望んでることにこのエネルギーをね使ってください。でもしわからないっていう方は近くの方に相談していただいたりすると、何かすごくいいヒントが得られるんだろうなと思います。現実もしっかりこなしてますし、なんか言うことないなっていう感じなんですけど、もしこれお仕事で捉えると、昔からの知り合いだった昔からの取引先とか、そういう昔からの知り合いから何かいい話が来て、本当はそういうことやりたかったんだ一緒にみたいな、そういう形での仕事が展開していったりとか、嬉しい気持ちがとにかく勝ちますね。なんだか結果っていうよりも、こういう自分の理想に近づく一歩ができるって感じがします。これはお仕事でもだし、パートナーシップでも。で人間関係に関してもすごく現実今一緒にいるとかいないとか関係なく、その心がつながってるみたいな、そういう深いところでつながってるっていうような感覚を感じることができて、全然孤独ではないですし、むしろつながれるんだっていうことを感じて、すごく安心してる感じがするんですね。なのでなんだかそこにとらわれてないっていうか、例えばですけどパートナーだったら絶対こうしてくれるはずとか、こうしてほしいっていうそういう義務感とかそういうのもなく、心がつながってれば大丈夫だっていう形でお互い自由にするとか、そんな感じです。友達関係も別にいいんですけど、なんか現実的になんか一緒に遊びに行くとか飲みに行くとかそういうのではなく、心がつながってるって感じがするんですね。でそれはなんかすごく輪廻を繰り返してきた者同士みたいな感じもあり、すごくなんか時空を超えてつながってるなみたいな感じがします。なのでとても今回いいですね。そんな細かく言うことないぐらい、満たされた感覚で心がほかほかしているので、この感覚をとにかくよく感じるようにしてください。そこからいろんなことをやっていけますのでね、理想に一歩近づける1ヶ月なのかなと思いました。はい、でもしですけど、いや全然そんなことないんですけどっていう方がいらっしゃれば、家の中を片付けたりとか心を整理するっていう風に意識していただくと、すごくねすっきりする、すごく解放するっていう感じがします。はい、ということでここまでにしておきます。次回また2月の頭ぐらいにアップしようと思うんですけども、もしタロットリーディング一緒に勉強してみたいなとか、先生術も興味ありますっていう方は、アストロ&タロットフレンズというメンバーシップをやっていますので、そちらも概要欄から詳細ご覧ください。そして勉強はしたいわけじゃないんだけど、なんか一緒にいい日を探したりとか、何か一緒にワークしたいなっていう方は LINE フレンズというのもやっていますので、そちらも概要欄からご覧ください。はい、ということで今回もありがとうございました。1月もぜひいい時間をお過ごしください。失礼します。